皆さんこんにちは。ナインワールドへようこそ。はい、今日はね、こんな感じのちょっとテンション上げ上げな感じでやっていきたいと思うんですけれども、なんでかっていうと、今5月じゃないですか。5月病っていう方多いんじゃないかなって思います。まさに私が今5月病で、ちょっと今克服してきた感じではあるんですけれども、仕事いっぱいなのになんかやる気出ないなみたいな、すんごいダラダラしてきちゃって、そういう時こそね、ちょっと元気出してテンション上げていこうっていうことでね、今日はね、皆さんが大好きな雑談メイクをやっていきたいと思います。そろそろ見たいなって思ってた方多いんじゃないかなと思うんですけれども、大体月1ペースぐらいでやっていきたいなっていう感じなんですが、私のこの雑談毒舌メイクすごい好きな方多くて、毎回好評なんだけど、家族にも友達にもね、私の雑談メイクすごい大好きみたいな、なんか普段の私と話してるような感じですごく見てて面白いらしいんですね。そんな面白い話してるかなっていう感じなんですけれども、今日もね、ネタがすっごいたっぷりありますので、最初はね、ちょっとまずはジェットコースターかなっていう感じでスピードアップしてやっていきたいと思います。ちょっと私ジェットコースター苦手ですっていう方はですね、0.5 倍速ぐらいで見ていただくとちょうどいい感じになるかなと思います。そしたらですね、今日はね、私の毎日メイクなんですけれども、ちょっと新しいアイテムも混ぜながらやっていきたいと思います。まず崩れないメイクには肌温度を下げないといけないので、イズエンツリーの低分子ヒアルロン酸クーリングパッドを使います。めっちゃひんやり。そう、みんなにね、報告があるんだけれども、私ピラティスを始めることにしましたっていうね、ちょうど一昨日オンラインでピラティスを24回かな契約したんですけれども、ずっと前々からやりたいなと思ってたの。でも私ちょっとグループでやるのが好きじゃないから、なかなかね、こう行動までに出なかったのよ。なんで私がここまで至ったかと言いますと、私が仕事上いろんなクライアントの方と会う機会が多いんですけれども、会うたびにナインさんって運動してますかって聞かれるんですよ。あ、やってないですって言って、でもなんかすごいピラティスとかやってそうなんだけどみたいな、もう毎回言われるわけで、やらないとなんですけどねみたいな感じで、正直仕事辞めてからもう本当に家でずっと座りっぱなしなわけで、本当に運動不足だし、もう猫背になってくるし、首も痛いし、とにかく姿勢も直したいってずっと思ってたし、退職してからやっぱ体重も増えたし、もう体型を変えたいとはずっと思ってたので、もう会う方毎回ピラティスやってるのって聞かれるから、もうこれは神様からやれっていうことなのかなと思って、でやっと行動に移せたきっかけなんですけれども、私がこの前ね、 BR エステティックっていう韓国女優のハンジミンさんとかチョンヘミンさんとかがプライベートで行くエステがあるんですよ。あと日本だと志保さんとかが個人的に行ってるところで、私のねインスタにも上げたんですけれども、最近そこでね、ほんと一昨日の話なんですけど、首と背中のケア受けたんですよ。スパってさ、普通リラックスっていう感じじゃないですか。もうリラックスとか無理、もう拷問超痛くって、で代表の院長がやってくれたんですけれども、その代表の院長がほんとゴッドハンドって言われてる方なんですよ。でほら、日本でさ、ジェナベルの PDRN ジュピニネイティングトナーを使います。ほら、コルギってあるじゃない、骨グイグイ動かすやつ。コルギの背中と首板超痛くって、もう1秒も気を抜けない。本当にやられてずーっと拷問で、なんか高周波みたいに機械も当てられるんだけど、もう焼かれてるみたいに超熱いの。私耐えられなくて、熱いですって何回も言って、それぐらいもうやけどみたいに熱いし、その施術も超痛かったのね。だからなんかもうスパでリラックスとかそういうのじゃなくて、もう治療だよね。で見て、ここにその高周波みたいなの当てたからすんごいあざになってるんだけれども、これまだ良くなった方なの。本当当日と翌日は結構赤くて、今ねやっとここまで引いたんだけれども、でも効果はやばい。まず結構肩が内側に入ってたのね。で先生に結構深刻だよみたいな深刻って言われて、今はいいけど年齢とともにどんどん背中とかも痛みが出てくるし、体型とかも変わってくるから早めにこうやってケアをした方がいいよみたいな。それでピラティスとかやるといいよってその先生が言ってくれたのね。で効果なんだけど、先生にマッサージしてもらったじゃない。そしたらこうやって内側に入ってたのがちょっと軽減されたのね。でさらに私いつもさ、こうやって首回したりとかこうやってやるためにゴリゴリの音がやばいわけ。ゴリ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 みたいな感じですごいんだけど、音が無音になったの。わかる？音鳴ってないもん今も。ほら、いつもだったらゴリ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 ってやばいんだけど、すんごいほぐされた。だからもう拷問だったけど、腕は本当に確かめちゃめちゃ効果抜群だった。もう本当はもう多分継続的にケアを受けないといけないんだけど、結構私拷問だったからあんまり頻繁にはちょっと怖くていけないかなっていう感じ。リデンストーンスポットコレクターアンプルを使います。はい、これがね本当にメイク崩れが良くなるので、メイク崩れたくない方はねおすすめです。でその先生に、ホームケアやった方がいいよって言われて、ピラティスがいいって聞いたわけじゃない。もう家に帰って速攻ピラティス探して、で満
ンツーマンでやってくれる、1対1でやってくれるとこあったのよ。しかも家の近所で、これ契約するしかないわと思って、1回あたりだいたい5000円ちょっとですごいリーズナブルだったから、いやもうこれはすぐ行動に移そうと思って契約したよね。でこの前会ったクライアントの方もなんか出産してからリデンストンスポットリカバリークリームを使います。すごい腰が痛くなっちゃったんだって。でそれのためになんかピラティスをやってるって言ってて、やっぱそういう腰痛とかにも効くし、そのスパの先生も言ってたけど、ほら肩こりとかにもいいじゃない。だからその姿勢の矯正とかにもいいっていう感じだから、私はほらもう自分の生活スタイルを変えたいっていうのもあったし、そういう首とか猫背とかそういう姿勢も変えたかったから、もうめっちゃ楽しみで、昨日さちゃんとさピラティス用の服も買って、ちょっと私ほら形から入るタイプなんで大した量買ってないのすんごい高くって、なんかねここのヒント8よくわかんないんだけど、調べたらちゃんとほらパリスって書いてあって、パリのブランドでした。可愛くてすんごい柔らかい素材でよかったの。韓国ってなんかルルレモンってみんな知ってる？あちこちにルルレモンのショップがすんごいいっぱいあるの。ルルレモンっていうのがカナダのフィットネスウェアブランドなんだけど、ルルレモンの名前の由来って知ってますか？こちら使います。トコボバイオウォータリーサンクリームを使います。今日これ初めて使うんだけど、すごいいいっていう噂だったので、ローションですごいみずみずしい。これめっちゃいいかも。香りも自然な感じでいいし、ルルレモンの名前の由来、ここでは言わないけど気になる方は調べてみてください。すんごい差別なんだよね。調べたらもう絶対的に日本のみんなは気分が害されると思う。でその創業者がすごい差別的な方で、私はその名前の由来を知ってからルルレモンのイメージがすんごい悪くなったわけ。見かけるたびにすごいなんか気分が害されるんだけど、その創業者の方は今はもう降ろされちゃったらしいんだけど、ルルレモンって今まで差別的なことをいろいろやってて問題視されてるんですけれども、なんかね韓国でやたらとルルレモンを見るんですよね。でもルルレモン別に買いたくないから他のところないかなって思って、ちょうどね可愛いところを見つけたのでここで買ったっていう感じ。そうということで、私はピラティスを本格的に始めていきますということで、リップ塗ります。アリオルのウォーターメロンシュガーリップスクラブスティックを使います。これが韓国の YouTuber のポニーちゃんも紹介しててすんごい美味しいの。めっちゃウォーターメロンスイカの味、しかも唇超プルプルになるから美味しい。シャイシャイシャイのバナナコンシーラーアイクリームを使います。なので今後はねちょっと私のインスタの方でもピラティスについてね情報ね配信していく予定なので、ぜひインスタもねフォローしていただきたいんですけれども、だから私がどれぐらい体型が変わってったとかどういう効果があったかっていうのをねちょっとずつ配信していけたらいいなって思います。やっぱりさ美は内側からじゃないですか。本当に韓国の方って意識本当に高いなと思った。私が今まで会ってきた方はほとんどがみんな運動してるの。私に運動とかしてるって聞くけど、その聞いてくる方たちがみんな運動してるのよ。それがもう日常の一つみたいな感じで、本当になんか偉いなみたいな、意識高いなって思って、もうまさにその韓国の方たちの意識の高さに私は影響をされました。やっぱり運動って大事よ。久しぶりに使ったけどやっぱシャイシャイシャイすごいいいわ。すんごい綺麗に隠れる。シクブランコのオーロラバームクッションを使います。クライアントの方がさ、ナインさんお酒も飲まないしタバコも吸わないし本当にもう美を徹底しているねみたいな感じで言ってて、運動までしちゃうと完璧すぎるからしてなくていいかもみたいなことを言われたんだけど、私はさやっぱ美のお手本にならないといけないから、ちょっと完璧を目指していこうかなって思います。でも別に我慢してるわけじゃないんだけどね、お酒もタバコも夜食とかも別に好きじゃないからやってないだけなんだけど、趣味とか聞かれても美容しかないんだよね。あとは洋服、ファッションと美容が好きです。で最近ね韓国の新しい皮膚科に行ったんだけど、多分私のインスタ見てくださってる方はわかるかなと思うんですが、最近なんかやたらいろんなインフルエンサーが上げててなんか話題になってる韓国のクリニックなんですよ。で私もね結構期待して行ったわけ。そしたらもう今までに私が行ったクリニックの中で一番ひどかった本当にびっくりしちゃった。名前はここで明かせないけど気になる方はインスタ見てください。なんか結構大手のところで外国人と韓国人でも受付も分かれてるし、待合スペースも分かれてるし、施術の会も分かれてるみたいな感じの場所なのね。でカウンセリングの人がまずめちゃめちゃ塩対応だったの。顔もなんか怖いしすんごい塩対応で、じゃあその後に、施術の会に移りました。そしたらさ普通顔洗って洗顔してから麻酔クリームっていうのが普通の流れなのね。なのに普通になんか男の人とかが座ってる待合スペースでこのまま麻酔クリーム塗りますみたいに言われて、しかもなんか男性の受付の人に麻酔クリームを塗られたわけよ。でメイクも落としてないし、ここでこのまま塗るのみたいな思って、でメイクを落とさないんですかみたいに言ったら、
このままで大丈夫ですみたいな、なんか頑張って一生懸命丁寧には塗ってくれたんだけど、なんか麻酔すらなんか全然綺麗に塗れてなくて、そのままさ、なんかヘアバンドもした状態で麻酔クリーム塗った状態で、その男の人とかがいる待合スペースで私は待たされたわけですよ。めっちゃ韓国だなと思って、でもなんかすんごい流れ作業だなって感じだったので、その後にじゃあ麻酔落としに行ってくださいって言って自分でクレンジングして、でその後に施術室に案内されて、施術の機械はもうどこも取り扱ってるの同じだったから、先生もすごい優しかったし、もう良かったのはその施術だけ。じゃあ治療終わりました。そしたら大体はその韓国のクリニックってケアのお姉さんが大体ついてくれるのね。だからちゃんとしてくれるところはクレンジングから全部やってくれるところもあるんだけれども、そこはそんなのないじゃない。で私はそのチタニウムリフトっていう今韓国で人気のリフティングレーザーをやって、その後にスキンブースターをやったのね。で注射で打つやつじゃなくって、ただなんか液体をバーって顔に垂らしてから、なんか針がついたローラーみたいにゴロ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 転がしてから浸透させていくみたいな感じだから、終わった後顔がエキスでべちゃべちゃなわけよ。でなんかそのべちゃべちゃのまま手で浸透させてください、終わり。だからなんかもうその後にパウダールームを案内するわけでもなく、自由に帰ってねスタイル。このびちゃびちゃのまま帰るんですかと思って、私はもう勝手にパウダールームを借りて帰ったよね。もう結構流れ作業で、私日本の大手美容クリニックで働いてたけど、そこも結構流れ作業な感じではあったよ。でもここまでひどくない。びっくりしちゃった、この流れ作業感には。でもなんか人気だし、なんか外国人がほとんどだったのよ、お客さんの割合的にね。みんなここに来て何とも思わないのかなって思ったよね。正直韓国っていいクリニックが本当にいっぱいあるから、なんかあえてそこを選ぶ必要がない。私は結構クリニックって自分がリラックスしに行くスペースでもあるから、やっぱ対応とかすごい見ちゃうわけよ。あとはケアのお姉さんちゃんとついてくれるかとか、丁寧さとかね。ナーズのリフレクティングセッティングパウダープレストを使います。だからなんかちゃんとしたクリニックってもっとたくさんあるから、あえてここに行くメリットを一つも感じない。でもそこが好きでね行ってる人もいるから、別にそれはもう個人の好みそれぞれ、全然気にしないですっていう方は全然いいと思うんだけど、私はあえてそれをじゃあ視聴者の皆さんとか自分の大事な、家族とか友達におすすめするかって言われたら 100% しないですね。はい、っていう感じでちょっとなんかヒートアップっていう感じなんですけど、私定期的に歯のホワイトニングを受けてるんですよ。でなんか思ったのが、私ほらマウスピース矯正やってるのね、今補定期間なんだけど。でやっぱマウスピース矯正をやり始めてからすごい歯が黄色くなったの。日本で昔ね矯正する前に1回ホワイトニングをやったことがあって、その時すんごい歯が白くなったのよ。で矯正、今やっと補定期間に入って韓国でホワイトニングをしたら、なんか思ったほどあんまり白くならなくて、ベイクメイクのシェーディングを使います。だからそのマウスピース矯正で結構やっぱ食いしばっちゃうのね。それでエナメル質が溶けたんかなと思って、昔より全然白くならないの。一応なんかやった後は一番マックスまで白くなりましたって言われたんだけど、昔の自分の白さじゃないんだよね。それは人間の白さには限りがあるけど、そういうんじゃなくって、もう多分エナメル質が溶けてんだと思う。もうほらホワイトニングの前って歯のクリーニングをしないといけないのね。で韓国の歯のクリーニング超適当でびっくりした。私2箇所ホワイトニングのお店行ってるんだけど、どっちも超適当、グーみたいな感じで、それクリーニングの意味あるみたいな思った。でそれ比べると日本ってクリーニング超丁寧にやってくれるなと思って、しかもさそれお金払ってるからさ、なんかそんな適当にやるんだったらクリーニングの意味なくないと思ったんだけど、だから個人的にはホワイトニングは日本の方が全然おすすめですね。アイシャドウはキボのフォールインラブシャドウパレット4番を使います。最近のびっくりした出来事なんだけどね、なんか私が普通に家にいたら火災が起きましたみたいな、火災が起きました避難してください、火災が起きました避難してくださいみたいな、なんかサイレン鳴ってんの。で最初はなんかサイレン鳴ってるなぐらいにしか思わなくて、なんかよくよく耳すましたらそうやって言ってるわけよ。でって思って、火事みたいな、みたいな感じで、なんか一応外から下見たら人が1人2人ぐらいいて、こうやって見上げてるわけよ。でこれちょっとやばいやつかなと思って、あの時私編集しててトイレ我慢してたから、とりあえずちょっとこれ外出てトイレ行けないと困るから急いでおしっこしてでとりあえず家にある高いもの全部背負って、Mac のパソコンとカメラと高いバッグと高い服とみたいな、とりあえず一番家の中で高いものを背負ってから、で私さ2階に住んでるのよ。2階めっちゃ便利でおすすめ。
2階だからさ、ほらまだちょっと時間に余裕あるかなとか思って、そんな感じで支度して、とりあえず出た方がいいかなとか思って、でめっちゃトイレももう震えながら、心臓バックバクになりながら、私こんな心臓バクバクしながらおしっこしたの初めてって思ったんだけど、マジ火事みたいな。昔もさ、職場の近くで火災が起きたことがあったから、マジこれ火事なのやばくないと思って、ずーっとサイレンになってるし、でもなんか全然バタバタ、ほら普通さ、火事になったらバタバタみんな部屋から出て行ったりとかさ、案内の人来たりしないんかなと思って、もう全然なんかバタバタ音とかも全然しないわけよ。でとりあえずちょっと部屋のドア開けてこうやって見たら、隣の人がちょうど外から帰ってきたタイミングで、なんか私とちょうどその人が部屋に入る瞬間で私とこうやって目が合ったのね。でみたいな。いや私今から家出るんですけど、あなた今から部屋戻るんですかって思って、火災じゃないんですかって思って、なんか普通に部屋に戻っていくわけさ。って思って、でもとりあえず怖いから出ようって思って、私はとりあえず自分の部屋出たのね。部屋のエレベーターの前がこう扉があって、いつもはそこは開放されてるんだけど、そこは閉まってたのよ。でオンマに聞いたら、それをほら火事の火が来ないように閉める扉なんだよって言ってて、つまりそれ閉めたのさ、絶対隣の人じゃん。で何その扉閉めて自分の部屋に入ったのみたいな、意味わかんないと思って、でとりあえずその扉開けて、私もう階段使って下に降りようとしたんだけど、マンションの中がバーみたいな、換気みたいな、ブワーって空気の換気扇みたいな音がすごいわけで、結構怖くなってきちゃって、とりあえず下に降りたんだけど、なんか誰も部屋から降りてこないし、マジで何なんだろうと思って、でだけどサイレン鳴ってるし、火が上がってる感じもないし、マジで何なんだろうと思って、とりあえず何かあったら怖いじゃん。だから近くのカフェに行って数時間してお部屋に戻ったんだけど、結局火事じゃなかった。なんともなかった。おそらく私の考えでは、部屋の中で料理か何かして煙が上がってサイレンが鳴っちゃったんじゃないかね。マジで誰って思ったよね。本当にやめてって思って、本当に何もなくてよかったんだけど、もうそういうなんか変なことしないでと思ったっていう、最近のちょっとドキドキしたエピソードでした。ちょっとうざい話なんだけどね、私が日本に帰ってくる時に空港でさ、ほら検疫のなんか犬連れて回ってる人がいるじゃない。で日本着いて荷物受け取って、はい出ますみたいな時に、なんかその検疫連れた女の人が私のところに来て、絶対これじゃんみたいに思ったの。その時なんでかっていうと、私がインチョン空港でね、お腹空いたからなんか食べようみたいな思って、去年の夏にパリに行く時にベトナム航空乗り換えで一回泊まってからパリに行ったのね。ベトナム航空で食べたフォーがすんごい美味しかったの。私一口だけもらってすっごい美味しかったから、絶対それは韓国のインチョン空港で同じ味は食べれないとは知ってたんだけれども、ちょっとなんかそれを思い出してフォー食べたいと思ったわけよ。食べた。そしたら案の定まずかったのね。全然美味しくなかったので、ほら美味しくないから全然気持ちが満たされなくて、お腹も満たされないし、なんか他食べたいなと思ったら、ちょうどインチョン空港にシェイクシャックがあったの。私シェイクシャックのバーガー結構好きで、シェイクシャックのバーガーとポテトを買ったのね。でフォー食べて、これ両方食べるの結構なんか食べ過ぎじゃないかなと思って、全然食べれたんだけど残したんだよね。後で飛行機の中で食べればいいかなとか思って残して飛行機に乗ったの。でもなんか飛行機の中で隣に人座ってる中で、なんかその食べかけのバーガー取り出して食べるのもなんかなんとなくちょっと気が引けて、結局それを日本に持ってきちゃったんだよね。でそしたらその匂いを嗅ぎつけてから検疫の犬が私のところにやってきたわけ。でも絶対これじゃんと思って、もう自分から差し出した、これですよねみたいに言って、そしたらなんかその検疫の犬を連れた人が別のおばさんを呼んできて、でそのおばさんがちょっと中見させてもらっていいですかって言ったから、はいどうぞって言って、もう私の食べかけの歯型がついたバーガーだよ。それを見られたの恥ずかしいと思って、でもう一個私食べ物買ってたんだけど、それがなんか韓国にプレッツェルのお店があるのね。日本にもあるんだけど、アニーなんちゃらっていうところで、その韓国に売ってる中にクリームチーズが入ってるプレッツェルが美味しくって、私はいつもそれをインチョン空港で買って帰るんだけど、なんかそれも見せてっていうわけ。って思って、これ肉じゃないからよくないと思って、でそしてなんかそれを見せてって言うから、どうぞって言ったわけ。そしたらそのおばさんがその中身開けてみてから、あら美味しそうって言って、これは大丈夫ねって言って戻された。マジ恥ずかしいんだけどって思って、こいつどんだけ食べ物しょってんのって思ってるじゃん。バーガー結局肉だから、今後は上で食べてきてねって言われて、上で食べても下で食べても一緒じゃないって思ったんだけど、これはね私が悪かったんだけれども、そういうすんごい恥ずかしい思いをしたわけよ。だからみんなも気をつけてね。はい、こういう経験がありました。
でまた私が韓国行ってまた日本に戻ってくる時にまた多分同じ女の人だったと思うんだけど、私のところわざとやってきてから、いや全然犬私に興味なかったと思うんだけどって思って、私何も持ってないからって思って普通に私のとこ来てからさってどっか去ってったんだけど、もっと怪しい人いるからそっちに行ってよねと思って、なんで毎回私なのって思って、マジで嫌なんだけどって思った。でもそういう恥ずかしい経験したから、もう食べ物はしょうがない。本当にすごい恥ずかしい思いをしました。で前ね、韓国の駅で普通にホームに向かってたの。そしたらなんかカップルがいて、女の子が急にーんって本当になんか声出しながら泣いてたの。で私声出しながらって泣いてる大人なんか子供以外で初めて見たと思って、もう目が点になっちゃったわけよ。で彼氏の方どういう反応してんのかなと思ったら、なんかもう彼氏苦笑いで、なんか通りすがる人はみんな凝視してるし、マジこの彼女何なんだろうと思って、この話をオンマにしたら、悪魔みたいな女だねって言って、悪魔くんエロイメスタイルをシャキーンとか言って、また昭和ネタ出たって思って、悪魔くんまでは知っているけどエロイメスタイルシャキーンまでは知らないわと思って、なんかそうやって変身をするらしい。みんな知ってるっていう、なんかすごい光景を見ちゃったよね。ナーズのメルローズを使います。なんか韓国の人ってさ、気管弱いのかな、なんか咳してる人が本当に多いの。普通に乾いた咳とかじゃなくって、もうゲホゲホみたいな、もう痰が絡んだ咳、また痰のネタ出ちゃったんだけど出ちゃったんだけど、なんかもういかにも風邪の咳みたいのをする人に限ってマスクしてないんだよね。なんか本当に風邪ひいてる人に限ってマスクしてないなって最近よく思う。それで私も昔職場でコロナ移されたから、家と職場の往復しかしてなくて、でもう本当に疲労困憊、もう一人でほとんど仕事を仕上げて超疲れ切ってる中で、免疫力下がってる中で、そういうコロナなのに職場に来てた人がいました。で菌移されました、めっちゃ喉痛いんですけどみたいな、ちょっとこの話後でするんだけど、で韓国でそう咳してる人がすごい多いっていう話なんだけど、多分 PM2.5 のせいじゃないかなって私は最近解明した。でなんでかっていうとね、私がボビー・ブラウンのリッチスパークルムーンストーンを使います。日本に着いてから成田エクスプレスに乗ったのね。そしたらやっと日本だみたいなこっちは思うわけじゃないですか。そしたらさ、隣に韓国人のカップルなのかちょっとわかんない男女2人組が座ってて、永遠にマスクもしないで咳をするわけ。風邪じゃなかったとしてもこっちからすると結構気になるわけよ。片方が咳終わったらもう片方が咳するみたいな、もうゲホゲホコーラスエンドレスでずーっと咳をするのを、もう着くまで、私が着くまで何十分間もずっと咳をされるんだよ。ほんと多分1時間ぐらいずっとしてたと思う。マジで嫌なんですけどって思って、でもさほら成田エクスプレスって指定席だから席移るわけもできないわけさ。本当に嫌だわと思って、風邪じゃなかったとしても嫌だよね。咳するんだったらさ、ちょっと控えめにこうとかさできるじゃん。なんとでもなんかゲホゲホみたいな感じで一つも気にしないゲホゲホみたいなのを2人してずーっとやってるわけで、それを比べると日本って咳してる人少ないよなみたいなことに気づいて、韓国ってやっぱ気管弱いんじゃないって思った。だって PM2.5 ほんとひどいの。私もだいたい韓国に来てから毎回喉やられる。基本的に外出るときマスクするもん。ケイトのアイライナーを使います。じゃあね、前の話なんだけどね、なんか夜中に私なんかその時あんまり眠れなくって、夜中の2時だったかな12時だったかなで、やっとなんかその時間になってからなんかうとうとして、もうちょっとで眠れるかもみたいな、このほら睡眠に入るちょっと手前みたいなその空間あるじゃない。ちょうどその時だったの。その時にタン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 ってチャイムが鳴ったわけさ。日本のチャイムみたいにピンポーンじゃなくって、韓国ってタン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 ってなるわけで、って思って、この時間みたい、超怖いんですけどって思って、私なんか荷物頼んだっけみたいな、なんかクライアントからなんか荷物届くって言ってたっけって思って、でもなんか荷物受け取らないのも悪いし、この時間に頑張って荷物持ってきてピンポンしてるのに無視するのもあれかなと思って、で一応韓国ってその私のこの住んでるオフィステルが玄関まずロックがかかってて、その玄関入ってさらに私の部屋の前まで来てもう一回チャイムがあるのね。チャイムが2個あるわけよ。もう入り口の玄関のところのタン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 って押されたんだけど、一応カメラで見れるから見たら普通になんか配達のおじさん風だったので、もう普通の配達のおじさんかなと思って開けちゃったんだよね。でその話をしたらオンマに絶
対開けちゃダメ、なんで開けたのって超怒られたんだけど、やっぱりさ、なんかホラー映画とか見た時にさ、そこ絶対それやらないでしょみたいな、そこやったら絶対殺されるよみたいなところでさ、主人公とかさ、なんか脇役のすぐ殺される人ってさ、そういうタイミングでやっちゃうじゃない。実際なんか自分の身になってみたら、人間ってやっちゃうもんなんだなって思って、でおまにそれを言ったら絶対やらないからみたいに言われた。マジで私危機感ないよね。前の不動産の話もそうなんだけどさ、不動産の話知らない方は前の見てね。マジで危機感ないな私って思って、で結局ほらロック解除してあげたじゃない。そしたらじゃあ自分の部屋の前にやってきてまたチャイム鳴らすのかなと思ったの。いくら経っても来ないんだよね。マジで怖いんですけどって思って、おそらく多分その人が行くべきところは他の階だったんだよ。だけどその張本人がロックを開けないから、もう適当に番号を押して、その当たった番号がたまたま私だった、または間違えて私のところ押しちゃったかのどっちか。マジでこの夜中に怖いんですけどと思って、夜中のチャイムって結構恐怖だよ。でそれを恐怖の中開けたのは私なんだけどね。でももう二度と開けないから安心してね。エイペアイラッシュブラックセラムを使います。でそんなことがありましたと。で最近さ、マジでこれ話すのも恥ずかしいんだけど、なんか韓国って結構バイク便をよく使うのね。なんか急ぎのものだったらなんかバイク便で送ったりするんだけど、それであるクライアントの方からバイク便でこれ送りましたみたいな、はいわかりましたみたいに言って、でその時初めてバイク便で荷物を受け取る時に、いつもだったら自分の名前を言うか、サインをするかのどっちかなんだよ。でもなんかその配達のおじさんが急に写真を撮ってきたわけ。顔写すのもあれだからここ撮りますねみたいな、パシャーみたいに言って、私の足となんか玄関らへん全部写ってて、マジこれみたいな思って、ちょっと嫌なんですけどって思ったんだけど、しかもその写真を送り主のところに写真が届いちゃうわけよ。マジで嫌だと思って、急にその写真を撮られたことに驚きすぎちゃって、撮り直してとも言えなかったの。みたいな、もう固まっちゃったわけさ。でこれできますねみたいな感じで、そのおっさんもうすぐ行っちゃったし、マジで嫌なんですけどみたいな、私放心状態だったわけ。マジこれクライアントのところに受け取り確認でこの写真届くわけ。本当に嫌だと思って、で本当マジ韓国適当だし嫌だなみたいな。別にさ手だけ撮ればいいじゃん、もしくはさ荷物だけ写真撮るとか、なんで私の足のところから玄関まで全部撮るわけと思って、しかもさなんかその時すごい適当な格好してて、なんかサンダル履いてるわけ。玄関もなんか段ボールとか置いてたり散らかってたし、嫌だわーと思って、まず恥ずかしいんですけどみたいな思って、でなんかその後なんかおかしくないみたいな、いつもサインとか名前言うだけなのになんで急に写真撮ってくんのみたいな思って、でなんかさそれを友達に言ったらさ、友達も友達でさ、春とか夏になると人の露出が増え、その時私ちょうど半ズボン履いてたのね。友達が春とか夏になると変態が活発になるんだよみたいに言われて、なんか友達がそういうこと言うから急になんかそっち系って思って超気になりだしちゃったの。すんごいモヤモヤするし、でなんかそのバイク便写真認証みたいに調べても出てこないし、手慣れた親父だったんかなみたいな思って、もうさあんまりにもモヤモヤしちゃったから、翌朝になってそのクライアントの方に聞いたわけ。写真認証でもしかして受け取り確認の写真とかって届いてますかって聞いたわけね。そしたら届いてませんっていうわけさ。みたいな。なんか私なんか急に人の足の写真とか撮られたんで、なんか変だなと思ってみたいなことを言ったわけさ。じゃあその人がわざわざ調べてくれて、結局の話なんですけど、ただ単のマニュアルの一環だった。写真認証がマニュアルの一環で、それでなんか適当に写真を撮られただけだったの。でもその確認をしてくれたんだけどね、それのおかげでもう私のその写真を見られてしまったというね、マジで恥ずかしいんだけどって思って、私がそこでさ質問しなければさその写真を見られることもなかったわけじゃないですか。聞かなかったらずっとモヤモヤしてたからもういいんだけど、マジで恥ずかしいって思った。しかもグループのカカオトークだったし、そのもう全員に見られた。マジで恥ずかしいと思って。でもそのバイク便の親父ほんとデリカシーないわと思って、もうちょっと考えて撮ってよねって思ったよね。チークはクリニックのバレリーナポップを使います。私が前の職場でね、本当になんか肌ノートラブルみたいな、もう今まで肌荒れとかしたことないでしょみたいな肌が綺麗な子がいて、私が聞いたの。なんか普段何使ってるのみたいに聞いたら、本当何も使ってませんみたいな。でその子が、私キレイキレイで顔洗ってますっていうわけさ。キレイキレイで顔洗ってんのみたいな。そしたらなんか洗顔料がなくてキレイキレイで顔洗ってるんだって。でマジかと思って、本当に全然それぐらい気にしてないんですっていう子だったんだけど、で私がね、そのさっきのコロナの話に戻るんだけど、コロナにかかった時に私の実家が1階と2階両方にトイレがあるの。だから私は2階のトイレを専門でコロナの時に使ったんだけど、洗顔料とかは全部1階にあるから
2階になかったわけよ。それはなんかオンマとかになんか持ってきてっていうのもちょっとあれだったから、ちょうどトイレにあったのがキレイキレイだったのね。で、もうないしこれでいっかみたいな。しかもキレイキレイ菌落とせるじゃない、殺菌効果あるから、ほら咳とかしてさ、いっぱい顔にコロナの菌とかついてるから、まあ、キレイキレイでちょうど除菌もできていいかなとか思って、私もほらその子もキレイキレイで顔洗ってたっていうし、ちょっと洗ってみようとか思って洗ってみたの。めっちゃ良かったんだけどめっちゃ良かったんだけど、マジで私こんな化粧品いっぱい紹介してるのにキレイキレイ良かったっていうとかって結構やばいと思うんだけれども、キレイキレイ結構良かったよ。なんかね、意外と突っ張らなかったんだよね。意外と突っ張らなくて、ほら日本でさ、韓国の方が日本に来てよく買うホイップなんとか、なんかブルーのさ、洗顔料あるじゃない。あれ私昔使ってみたんだけど、あれめっちゃ突っ張るの。めっちゃ突っ張る。油全部取っちゃうみたいな感じなんだけど、キレイキレイ全然油取らない。全然突っ張らないねみたいな感じで、でほら殺菌効果もできるから、おそらくなんかニキビの菌とか取れてんじゃないかな。だからなんか逆にコロナの時キレイキレイで顔洗って、お肌の調子素晴らしく良かったです。はい。意外となんかシンプルなものがいいんじゃないかなと思って、キレイキレイの洗顔意外といいかも。やっぱお肌が綺麗な方が使ってるものってやっぱ意味あるなとか思っちゃった。でもほらおすすめしてるとかじゃないですよ。一応試してみたらよかったよっていう話なんで、はい、そんな感じです。キボのマルチレイヤーデュオスティックを使います。でちょうどコロナの話が出たから、本当に私熱が出ない体質で、コロナの時もただ単に喉が痛いのと咳が出るだけだったので、めっちゃ喉痛いと思って、喉痛いって本当になんかもう唾も飲み込めないし、喋れないし、超喉痛いって思って、なんか全然いつもの風邪の感じと違うなと思って、で YouTube も撮らないといけないし、仕事で喋らないといけないのに、これはさすがにやばいだろって思って、で私本当に素晴らしいのが、そいつにほらコロナ移されたじゃない。翌日から私は長期連休を取ってたわけですよ。 YouTube の編集と作成のために長期連休をたまたま取ってたわけだから、私は誰にも菌をばらまいてないの素晴らしいでしょ。本当に素晴らしいタイミングで、なんかマジでなんか喉痛いやばいなみたいな感じで、なんかとりあえず家の近所の病院に行こうと思ったら、私たまたまコロナ専門の病院に行ってたわけ。ほんとたまたま、本当にたまたまなんだけど、でちゃんとなんかそこが病院と別になんかドームみたいのがあって、なんかコロナかもしれない患者はそこで診察するみたいな感じになってたのね。で私はもちろんコロナなわけないじゃんって思ってたから、なんでかっていうと、私は本当に家と職場の往復しかしてない。本当もう遊びに行くとか一切してないし、私がコロナわけなんかないじゃんみたいな思ってたわけで、受付済みました、そのドームに閉じ込められます、へみたいな、私コロナ扱いですかみたいな思って、そしたらなんかおじいちゃん先生と看護師が防護服着て入ってくるわけさ。みたいな感じで思って、わーって感じになって、じゃあ喉開けて見せてくださいみたいな、そのおじいちゃん先生が言うわけね。口の中見せます。そしたら私の喉しか見てないんだよ。喉しか見てないのに、これはコロナだって言って、ふざけんなよって思って、喉にコロナって書いてあるんですかみたいな、どうやって私の喉見ただけで検査もしてないのにコロナってわかるのって思って、腹立つわーと思って、で、とりあえず検査しましょうみたいな。でいろいろ説明を受けて、マジでこのおじいちゃん先生何なのみたいな思うわけさ。で検査結果出ます、コロナでした。マジで私がコロナだってみたいな、みたいな感じで、本当に今でも涙が出ちゃう。本当、つまりそのおじいちゃん先生超ベテランだったごめん、マジ腹立つとか、なんだこの親父とか思ったけど、超ベテランだった。人の喉見ただけでコロナかどうかを判断できた本当に素晴らしいベテランの先生でした。すいませんでした。ということでね、本当に超びっくりエピソードだったんだけど、そういうことがあって、私はなんか吹っ切れたの。すごい、なんかこんなに頑張ってんのに最終的にはコロナ移されんだみたいな。マジで仕事しすぎだった。もう必要以上のみんなの仕事をしようとするのは本当にやめようって思ったよね。でそういう長期連休あるじゃない。だからもうたっぷり休めて、これはなんか神様からあんたは休んだ方がいいですよっていう、そういうお知らせだったのかなと思って、しかも私幸いさ熱も出ないし、もうピンピンしてたら超元気だったの。もう単純に喉が痛いだけ、あとはどんどんなんか咳がちょっとずつ出てくるみたいな感じで、本当になんか元気なコロナだったんだよね。もうそれが不幸中の幸いで、部屋の中で音楽聴きながら窓開けてお空見てから、めっちゃバカンスみたいな思ってた。そんな感じで私は過ごしてました。はい。でなんか私本当にフィーのリップ&チークブラーリープディングポットのND の3番を使います。毎回これつけるたびにどこのって聞かれるから、みんな覚えといて。でほら疲れてる時って腎臓がやられるのよ。で腎臓が悪いと白目がすごい濁るのね。で私がもう仕事で疲れ切ってて白目が濁ってたのが、そのコロナの休暇中に真っ白な綺麗なお目目になったの。だから私相当本当に
もう疲れすぎて腎臓やられてたんだなと思って、ちゃんと休んでたっぷり寝たおかげでもう白目超綺麗になった。ごめん、この話でコロナが軽いものって思わないでほしいんですけれども、そういう意味で言ってるわけじゃないんですよ。私はたまたま元気な人でした。はい。キボのブースターメイクアップフィクサーを使います。でもなんか思うんだけど、韓国ってなんかすごい人がぶつかってくる。なんかそれは本当日本に比べると日本って素晴らしいなって思うんだけど、他のねサイトでもその話題が取り上げられてたんだけど、渋谷のスクランブル交差点であんなに人がワシャワシャいるのに絶対に人にぶつからないじゃない。なんかそれが素晴らしいみたいな話題に上がってたんだけど、だからなんかちょっと内容忘れちゃったんだけど、なんかの実験の時にもう人がぶつからなすぎて実験すらできなかったみたいな、なんかそんなことがなんか書かれてたらちょっとよくわかんない。でもなんかそうやって言うほど本当に日本って人とぶつからないの。だけど韓国来てからめちゃめちゃ人とぶつかるわけ。まだ若い人とはぶつからないんだよ。でもなんかもうそのお年寄り、おじさんおばさん、駅に行くともう人にこうやってアタックしてくるわけ。こうやって私別に人と触れたくないんだけどみたいな、当たってこないでみたいな思って、別に人に当たらなくても通れるのにすんごいこうやってなんかバン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 みたいな、なんかさもう嫌だなみたいなすんごい思うんだよね。なんかそこでなんか日本ってすごいなみたいな、例えば東京駅とかあんなに人すごいのにちゃんとほら人に当たらないようにこう気使って歩いてるわけよ。で韓国もそう若い人はあんまりぶつからないの。若い人ぶつからないんだけど、なんかジジババはすんごいぶつかってくるし、なんかあとは電車の中で結構なんか車両を変えて歩いてる人が結構多いので、なんかその時さバン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 なんか当たってくる人結構多いんだよね。なんか嫌だ、なんかそれがすごい嫌なの。っていうことでもうなんかもうメイク終わっちゃったんだけど、ちょっともうちょっと喋りたいものがあって、なんか韓国って結構改札が日本ってさもう自動じゃん、ピーンみたいな、もうスイカピッピーンみたいな感じじゃん。だけど韓国って未だに綺麗な駅とかは自動でピーンなんだけど、未だになんかガランガランシステム多いの。なんか体を押してから開けるパターンみたいなところが多くて、で私はあんまり最初気になってなかったんだけど、オンマがあれをすっごい気持ち悪いっていうのね、なんか誰と体吸ってんの気持ち悪いみたいなって確かになって思って、ガランガランのここのさお腹に擦れる部分のすんごい真っ黒なわけ。確かにキモいよなとか思ったんだけど、だから未だにそういうガランガランシステム多いのね。一応ピンではあるんだよ、ピッではあるんだけど、ピの反応が超遅いなと思ったの。もう日本ってさピンみたいな超反応早いじゃない。なんか今調べたらスイカなど日本の交通系 IC は 0.2 秒だって。だよね、だって1秒もかかってない。めっちゃ早いじゃん。すごいよ本当に。日本ってマジで本当反応いいから、日本の感覚でピーやると絶対にピピピーみたいになっちゃうわけよ。韓国のピーすっごい遅いの。本当にこんな感じ、ピーみたいな、3秒ぐらいかかるからピーみたいな。だから日本みたいなピーじゃないの、ピーみたいなこれで韓国のパリパリ精神のせっかち韓国人がよくこれ我慢できるなと思うんだけど、本当に日本のスイカ 0.2 秒はすごいね。だよね。ちょっと今感心しちゃった。本当にすごい。みんなが本当に日本の皆様みんながね本当普通と思ってる日本がね普通じゃないの。当たり前じゃないのよ。私も昔カナダに留学してた時とか、今はどうかわかんないけど駅すんごい遅れてたの。もうなんか未だにコインとか切符を入れてなんか目視みたいなそういう感じもあったし、結局目視だから入れたふりとかできるわけよ。だから実際にもう入れたふりしてバーって通ってた男の子たちとかも見たし、日本の電車は本当に素晴らしいよね。だって山手線とかさすごい感覚で走ってるじゃない。韓国って電車の感覚超遅いの。日本の感覚に慣れてると。だから1個逃すと10分ぐらい待たないといけないのね。多分韓国の方ってそれが普通だからどうも思わないのかもしれないけど、東京の電車の感覚で慣れちゃってるとマジで遅いなみたいな。結構走ってる人が多い。これ逃しやべえぞみたいな、これ走ってる人が多いけど、基本的に山手線とか走って乗るもんじゃないじゃない。別に待てばすぐ次が来るから。ということでちょっとメイクは完成したので一旦ちょっと着替えていきたいと思います。はい、ということでメイク完成しました。ということで今日はちょっとジェットコースター気分でたくさん雑談をさせていただいたんですけれども、まだね全部話しきれてないの。またタンの話って思うかもしれないんだけど、タンの話はちょっと避けて通れないっていう感じで、嫌な人はねもう聞かなくていいんですけれども、私がいつも通る裏道があるのね。でそしたらなんか前からスーツを着たおじさんがこうやって歩いてきたわけさ。そしたらなんかまたクエペみたいな道のこっち側に木とかが植えてあるんだけど、なんかそこに向かって痰を吐きました、はいまた出たみたいな思ったわけで、そしたら極めつけにおならまでしてきたの。ブーみたいな感じでへっって思って、いや私今からあなたがおならしたところを通るんですけど吸っちゃうじゃんって思って息止めたよね。だけどさ
何タンハイってその次極めつきにおならみたいな。何なんだろうこのデリカシーのないおじさんはと思って、日本で例えると普通にスーツ着たサラリーマンのおじさんなわけ。なんかもうびっくりしちゃったよね。で次はさ、ある日駅でホームで電車を待ってました。その駅が割とこう新しめで綺麗な駅だったのね。そしたらそのホームでだよ、おばさん、普通のおばさんが思いっきりクリッペンみたいに言って、しかも床にタンが入ったの。みたいな、ゴミ箱でもない床だよ。しかも2回。私なんかもうびっくりしすぎちゃって、おじさんでもなくおばさんが床に思いっきり力を込めてタンを吐いてて、なんかすんごい衝撃だった。なんか私んとこ飛んできそうだし、場所移ったんだけど、床ってさ、ゴミ箱じゃないのよ。なんかそれ考えたら、前駅で、韓国の駅って飲み物捨てるゴミ箱みたいのがあるって言ったじゃない？そこにタンを吐いてたおじさんの方がマシに見えたよね。で、前もなんか道でお花とかがこう植えてある植木みたいのが、こう道のちょん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 ってこう置いてあったのね。そしたらなんかあるおじさんはなんか道に吐かずにその植木に向かってタンを吐いてたんだけど、なんかそれもよくわからない、栄養みたいな、なんか本当によくわからないみたいな感じで、なんか本当になんか韓国のおじさん無理って思った。ということでね、なんか最後汚い話で終わっちゃった。どうしようそれで私なんか一個思い出したのが、昔学生の時に電車に乗ってたので、私がね韓国で買ってきたすっごいその時流行ってたね、うさぎのふわふわのキーホルダーがあったんだよ。本当にうさぎの毛みたいなふわふわのキーホルダーがあって、私はわざわざそれを韓国で買ってきてね、すごい可愛いピンクのバッグにそれをつけていたわけね。で、私の本当にお気に入りのものだったわけで、私はこうやって座ってたんだよ。そしたら目の前にいたおじさんが、日本の話ねこれは、なんか飴を口の中で転がしながらカラ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 みたいなやりながら飴を食べてたので、私はなんかすごいそれが気になってたのね。なんかカラ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 鳴らしながら飴食べてるなーみたいな思って、そしたら案の定そうカラカラするもんだから飴が口から出て、私のその可愛いうさぎのふわふわなキーホルダーのとこにねペッて落ちたのわーみたいな、もう衝撃みたいな、私もう言葉でなくて言葉失っちゃったのもてんてんてんみたいな、どうしようみたいな思ってそしたらそのおじさんがごめんねごめんねみたいに言ってからその私のもうふわふわのうさぎに落ちたその口から出たね飴をちゃんと手で取ってからごめんねごめんねって何回も言ってたんだけど、マジでショックだった。その時悪気はなかったんだろうけどね、悪気はなかったんだろうけどマジで衝撃で、ごめんねって言われてももう私何にも言葉返せなかったよね。はぁみたいなそれでなんかもう家帰ってからオンマにそれ洗ってもらったんだけど、そしたらすっごいふわふわになったから、その飴を落とされたから逆に洗ってふわふわになったし、まあいいかって思って、まあそんなエピソードがありました。ということでね、本当はまだ話しきれてないことがたくさんあるんですけれども、またそれは次回ね楽しみにしていただけたらと思います。今日も皆さんが少しでもね、まあこの5月病でちょっとダラーンとしちゃうなっていう季節に少しでも笑っていただけたらいいなと思います。なんか5月病調べたら、激しい入学試験をパスしてやっと大学に合格した新入生がゴールデンウィーク明け頃に無気力な状態になることから名付けられました。大学生だけでなく新入社員などにも見られますということで、私学生でもなく新入社員でもなく一つも当てはまらないんだけど、なんで5月病なんだろうという感じで、もうテンション上げてからね、まあ今日雑談メイクをさせていただいたことで私もちょっとハッピーになれたので、皆さんもねちょっとでもこう明るい気持ちでこう元気になればいいなって思います。今日もナインワールドにお越しいただいてありがとうございました。またたっぷりねネタを集めてから雑談メイクやりたいと思いますので、お楽しみにお待ちくださいませ。今年中にチャンネル登録者5万人を目標としております。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。그럼 우린 다음에 만나요.